お元気にしてましたでしょうか？小太郎はちなみにぐったりのばったりしています。このチャンネルが始まって2ヶ月経ち、あちこち素敵なところに出会いましたが、なんと海を一度も見てないんです。そしてここは八王子駅、現在時刻は23時です。一体なぜこんなことになったのか。それは遡ること18時間前、とある電車からスタートします。このポンコツ旅よかったら見てみてください。現在朝の4時50分をちょっと回ったところです。海が見たいと言って電車に乗ったんですけど、なぜか八高線に乗っちゃっています。海に行くんでしょ？言いました。海に行きたいって言いましたよ。でも、もうすぐ見えるのは川なのです。あ、見えてきた。実は本日全国的に晴れの予報。ただし関東を除いていいお天気だったのです。八高線に乗り続けても海が見えるということで始発の下りに乗ってみました。おかん、熊川だよ。見えてきたよ。クジラ公園のとこだよね。でっかだいぶ川が増水していましたが、電車は多摩川を過ぎ拝島に向かうところです。おー、向こうには青梅線が見えるのです。グリーン車も見えた。かっこいい。そうだね。前回の動画ではグリーン車から八高線を見ていたね。今回は反対側です。東福生を過ぎ箱根ヶ崎に向かうところです。おー、これは横田基地だね。電車からまるっと見えるのです。歩くと結構かかるけど、電車だとあっという間だね。緑のカーテンからコンクリートの壁を抜けると、箱根ヶ崎の駅はもうすぐです。今ここ。電車は金子駅を過ぎたところです。ここは八高線の中で最も高い標高となる駅となります。加持丘陵を抜けるように進んでいきます。結構早く感じますね。東飯能駅に到着です。左には西武池袋線のホームが見えます。あ、ほんとだ。駅の看板が違うんよ。そして電車は東飯能を過ぎ駒川へ向かいます。20ミルの勾配に急カーブ。切通しから垣間見える丘陵地帯の自然豊かな風景。いくつもの変化を加えながら電車は駆け下りていきます。わあ、すごいカーブだね。丘陵地帯を抜けると住宅地が増えてきました。あと少しで駒川駅に到着です。おー、たくさんの人が電車を待ってるね。この電車は川越行きなのですが、ここから結構乗るんですね。私たちはここで下車します。小太郎、そろそろ降りるよ。今度はこっち？そう、対面のディーゼルカーに乗り込みます。小太郎のお出かけ。わあ、初めて見る電車なのです。今度は電気じゃなくてディーゼルで走るんだよ。そういえば、ボボボボボボって音がするのです。動き出したぞ。ゆっくりと駒川を出発していきます。これから高崎まで1時間20分走り続けます。前方に鉄橋が見えてきました。ああ、川だ。ゆっくりとした速度で駒川を渡っていきます。以前の動画で武者小路実篤記念館に訪れたのですが、確か新敷村ってこの辺りだった気がします。1
一時期は養鶏で栄えたと聞きましたが、今はどうなっているのでしょう。現在、越生に停車中です。右手には東武線でしょうか、電化されたホームが見えます。越生を出発し、明覚に向かいます。県道を抜けると、田園風景が広がります。うわー、気持ちいいな。明覚駅に到着し、次に停車するのは小川町です。列車は雷電山や浅間山などの山々を縫うように走っていきます。おお、急にでっかい建物が見えた。次の小川町駅は乗り入れる路線があるからね。今、下に見えているのが東武東上線だね。飛び越えちゃった。東上線を左手に並行しながら列車は走っていきます。竹沢駅に到着し、静かに走り出します。深く濃い緑の中に分け入るように進んでいきます。梨の木池という小さな池を越えたら、次に向かう駅は寄居駅です。車体が大きく揺れています。開けた視界、眼下に広がる里の景色。ここから見えてくるのは荒川橋梁です。橋？何の川を越えるの？この川は荒川だね。わー。川の両岸の崖である河岸段丘を直接つなぐように高い位置に架けられています。寄居駅に到着しました。東武線や秩父鉄道が乗り入れていますが、とても静かです。列車は児玉へと向かいます。山に入ったかなと思ったら、また田畑が広がり、そして町となる。東京からずっと続いた平野なんだよね。うん、そうだね。ディーゼルの音を聞きながら、ゆっくりその土地土地を楽しめるのも、八高線の魅力の一つですね。これから小山川を渡っていきます。この川は利根川に流れ着きます。小山川の河川敷は桜の名所となっていて、両岸に植えた1000本の桜が春を彩るそうです。児玉駅を過ぎ、まだ30分弱と時間はありますが、高崎がようやく近づいてきた感じがします。やっと着きました。高崎。現在朝の6時55分です。次の電車までちょっと時間あるから改札を出よう。小太郎のお出かけ。高崎駅の改札を出てみました。ちょっとだけ街の様子を見てみましょう。おー、ここが高崎駅。初めて来たよ。すごくでっかい。にゃー。朝の高崎駅、人の流れはまだこれからですね。関東平野の端っこに来たんだよね。お天気はまだ雲一つしかないです。もう少し北に行かなきゃね。次はこれに乗っていくの？これから乗るのは上越線になります。7時11分の発車予定となります。お天気も良くなるかな？うん、確かめに行ってみよう。現在、高崎駅です。これから上越線で67分、水上駅まで進んでいきます。乗り込みました。電車はゆっくりと高崎のホームから出発していきます。
進行方向は少し晴れ間が見えますね。線路がいっぱいあるのです。うん。高崎は新幹線や上信電鉄を含めると9路線の乗り入れがあり、多方面へのアクセスができます。あー、すごいな。上越線に線路が分かれて入っていく様子が見えます。今ここだよ。群馬総社に到着するところです。わあ、すっかり晴れたんよ。八木原から渋川に向けて電車は進んでいきます。渋川の街が見えてきました。前方から来る上り電車とすれ違っていきます。電車は渋川駅のホームにゆっくりと入線していきます。渋川の駅を出て大きく右に曲がるカーブを進んでいくと、利根川第一橋梁が見えてきます。上り線の方は大正時代に建てられ、日本の近代土木遺産に選定されています。この路線は利根川に沿って走っていきます。遠くに見えるお山は何？あれは榛名山だね。月島を出て佃に向かう途中です。関東平野ともいよいよお別れですね。佃に到着しました。この辺りから山あいを電車は走るようになり、利根川を何度も渡っていきます。すごいところを走るんだね。岩本駅からは発電所が見えます。戦時中、鉄筋の代わりに竹を使って建築されたこともある歴史的な水力発電所だそうです。岩本駅を出た電車は利根川に沿うように走っていき、沼田駅へと向かいます。また景色が広くなってきたよ。うん、そうだね。この辺りはもう関東平野ではなく沼田盆地となるんですね。電車は徐々にスピードを落としていき、沼田駅のホームに入線していきます。真田由来の天空の城下町、一度ゆっくり散策したいものです。空がくっきり濃く見えるんよ。電車は五感に向けて走り出しました。標高は沼田を越えたあたりで300メートル以上はあるけど、そのせいかな。わあ、綺麗な橋だな。この黄色い橋は月尾橋といって、雪解け時はかなりの水量になるそうです。上に見えているのは関越道でしょうか。ねえねえ、すっごく遠くに雪をかぶったお山が見えてきたよ。あれは谷川岳でしょうか。間違っていたらすいません。まもなく上目です。出口は左側です。上目駅のアナウンスが聞こえてきました。駅まで続く雄大な景色を見ながら、ふと考えました。一体どこまで来たんだろうと。ほんとだね。わーい、もうすぐみなかみです。終点なのです。高崎を出て1時間と7分。電車は終点の水上駅に到着します。水上といえば温泉ですが、まだまだ旅は続きます。ドアが開いて落ち着く暇もなく、次の電車に乗り込みます。
ご存知の方は多いと思いますが、これから乗る電車は1日5本しか運行してないんですね。現在8時20分、これが始発電車となります。これを逃すと大変なことになるのです。無事乗車することができ、ボックスシートに座ります。よっこいしょ。わーい、ボックスシートは最高なのです。そうだね。旅って感じするよね。準備万端、いつでも来いなのです。出発が待ち遠しいのです。また乗るのって言ってなかったっけ？わーい、電車が走り出したぞ。この路線には、もぐら駅って言って、とっても有名なんだよ。もぐら駅？もぐらさんがいるの？なんだかわかんないけど、楽しそうだな。山を抜けて、もぐらさんに会いに行くぞ。こうして水上駅を出発し、越後湯沢まで所要時間は33分となります。日本一のもぐら駅となる土合駅はもちろん有名ですが、緑に深く包まれたこの車窓もなかなか見られない景色だと思います。そんな素晴らしい車窓ともしばらくお別れ。これから新清水トンネルに入っていきます。電車が止まりそうなんよ。どういうこと？トンネルに入って最初に止まるこの駅は指宿駅。上りは地上にホームがあるんですね。真っ暗なところに駅があるの？電車の音も何にもしないのです。お化けが出てきそうなんよ。動き出した。この日は乗客もまばらで静けさだけが車内に残ります。もぐら駅って地下にある駅なんだよ。静寂に包まれた駅構内。ここから462段の階段を登って駅に出てみたいものですけど。嫌です。早く出発しましょう。動き出したんよ。こうして土合駅を出発し、電車は土樽に向かいます。トンネルを抜けると視界いっぱいの緑が広がります。土樽駅が見えてきました。ここから新潟県となります。背後に映るのは谷川連峰でしょうか。わー、こんなに美しい駅舎の風景を見ることはなかなかないなと思いながら静かに眺めていました。そして電車は何事もなかったかのように動き出します。おかん、すごいところ走ってるんよ。うん、これは九度沢橋梁といってレンガ造りの鉄橋なの。長さは217メートル、高さは10メートル以上あるそうよ。山から谷を望み、そこにある集落の家々。田畑を潤しているこの川は魚野川です。越後中里に到着しました。おかん、見て。向こう。ああ、ブルートレインが見えてきました。国鉄時代に実際使われていたものを利用しているそうで、現在は休憩施設として使われているそうです。料金は無料なんですね。今度乗ってみたい。言うと思った。越後湯沢に到着です。乗
車だね。この前方に見える電車、北越急行北北線にこれから乗っていきたいと思います。これに乗ったらとうとう海だね。とその前にトイレに行っておきましょう。北北線にはトイレが敷設されていないので、漏れちゃう前に行きましょう。はい、準備万端行ってみよう。とうとう海までの最後の電車、北越急行は北北線に乗り込みました。あ、そうだ。これからどれくらい乗るの？そうね、終点の直江津までは、ざっと1時間半くらいかな。いやー、新幹線だったらもうとっくに東京に着いちゃいますよ。助けてー。越後湯沢から直江津までは1時間29分の乗車となります。塩沢駅に到着しました。宿場町の面影残る素敵な場所だと聞きました。そしてあともう一つは、田んぼがいっぱい。お米といえば魚沼のお米。田園風景が広がります。そして電車は六日町に到着しました。ゆっくりとホームに入線していきます。さっきから電車が動きません。どうなってるんですか？あ、向こうから別の電車が来たの？アナウンスだ。この電車9時36分発の北北線名古屋線です。発車時間を過ぎておりますが、どうやら他の電車が遅れて動けないみたいなね。わーい、やっと動き出したのです。やったー。 10分遅れでの発車となりました。大事に至らず本当に良かったです。魚沼丘陵に到着です。高架から見下ろすように車窓が続きます。そうそう、北北線の本線は六日町からで、上越市の犀潟駅までが正式な区間なんですね。十日町に到着しました。これから信濃川を渡っていきます。わー、でっかい。日本一の川だからね。この信濃川橋梁、長さは407メートルあるそうです。そして電車は松代の駅に到着です。ここは北北線発祥の地として石碑が建てられています。牛峠の棚田って何？魚の鱗のように棚田が斜面に広がっててね、それは美しいそうよ。ほえー。トンネルを一つ抜けるたびに天気が変わっているような感じがします。ここは北北大島。電車がまた走り出します。牛川大杉に到着です。虫が多すぎ。どういうこと？牛川って土地に杉の大木があるからなんだね。樹齢は1200年、国の天然記念物です。そういうこと。久引の駅を発車しました。終点まではあと10分ちょっとかな。山を越え、谷を越え、眼前に広がってきたのは、圧倒的な平野とどこまでも続く田園風景。車窓いっぱいを使って見られることに幸せを感じています。
北北線の素晴らしいところは、この後方展望。客室と車掌室の仕切りがなく、大迫力の展望が楽しめます。すごい、お空を飛んでるみたい。えへへ、車掌さんになった気分だよ。楽しい楽しい。そして電車もすっごく速いのです。と大パノラマを楽しんでいるうちに、電車は直江津に近づいてきました。1時間半と長い行程でしたが、あまりの眺望の良さに、あっという間に着いた、そんな印象です。とうとう着いたどー。小太郎のお出かけ。八高線に乗って6時間。とうとう直江津に到着しました。早速駅を出てみましょう。やったーやった、海だ海だ、八高線で海に来ちゃったんよー。はにゃ、平らになったぞ。ください。再び階段状になります。気をつけて乗ります。足元の不自由に駅を出たどー。現在10時50分です。海はどっちに行ったらいいんだろう。この裏通りを散策しながら海の方に出てみましょう。このバス停は現在も使われているのかな？どことなく懐かしい風景とかすかに感じる生活の音。時折通り過ぎる車と不意に吹きつける海風でしょうか。そんな感覚の後を拾うように歩いていきます。あれだよ、見えたどー。やったー、やっと海に着いたのです。ここは花見公園って言うんだね。あそこに見えるのは何だろう。この銅像は赤いろうそくと人魚にちなんで建てられたものだそうです。人魚さんなんだ。実は人魚の像は上越市内に全部で9体あるそうです。それはびっくり。もうちょっと近くに行きたいよー。行こう行こう。そうだね。海岸線を歩いてみましょう。ついに到着なのです。やったやったやったー。海だー。抜けるような青空のもと、たどり着いた直江津の海岸。はるか向こうに見えるのは佐渡島でしょうか。直江津からもフェリーが出ているので、今度行ってみたいですね。小太郎もはしゃぎ疲れて、ちょっと一休みかな。ほっこりするなぁ。後編に続く。無事、直江津の海にたどり着いた小太郎一行。海より楽しんじゃったものとは何でしょう。楽しいひとときを過ごしたら、今度は絶景の電車に乗っていきます。さあ、どんな旅になるのでしょうか。